はい、どうもこんばんは。アートユニットベタナの田中です。今回はですね、200g 以下の航空法対象外のホビードローンっていうんですかね、トイドローンとも言いますね。小さい軽いドローンの場合、どういうルールを守らなくてはいけないかというお話をしたいと思います。最近話題になっているのはですね、 DJI っていうドローンを作ってる会社と RISE っていう会社がですね、コラボレーションしてですね、80g のドローンを作ったと。テローっていうドローンなんですけども、軽いおもちゃのドローンっていうのはたくさんあるんですけども、ちょっとちゃんとした安定飛行できるようなセンサーを積んだ小さいドローンと、 200g 以下のドローンということでちょっと話題になったんですけども、日本の発売は3月15日になってますね。海外ではもうちょっと早く発売されたみたいですけども、これがですね 80g っていう小ささで GPS のセンサーはないんですけども、安定して飛んでくれると。カメラにジンバルはないんですけども、手ブレ補正の補正をしてくれると。それがすごく優秀で、ブルブルーとならないということで、それ空撮っていうほどじゃないんですけども、この軽いドローンの中じゃすごく性能がいいということで話題になってるんですけども、でやっぱりご注意いただきたいのは、いくら 200g 以下で航空法対象外であっても、やっぱり禁止条例っていうのがたくさんあります。これやっぱり軽いドローンが普及するようになってから、各都道府県でも 200g 以上のドローンであっても 200g 以下のトイドローンであっても飛行は禁止しておりますというところがすごく増えております。やっぱりね、当たると危ないといえば危ないんでね、禁止されているところはすごく多いんで、ご注意いただけたらと思います。とはいえ、条例ですんで、罰則が厳しかったり緩かったり、それは様々なんですけども、禁止しているところが多いということなんで、やっぱり、飛ばす前に各都道府県に確認されてはいかがかなと思います。あとそれとですね、いただいたコメントの中にですね、トイドローンであっても許可をいただいていない家屋の上っていうのは飛ばせないんじゃないでしょうかということなんですけども、航空法ではそういうことは書いてないんですけども、これは民法っていうんですかね、民法の第206条、所有権についてですとか、他にもプライバシーに関する法律ですね、そういう難に抵触する恐れっていうのがあります。要は許可を得ていない、他人の敷地の上で遊ぶということになってきますんで、これはあんまりよろしくないですね。200g 以上であっても 200g 以下であっても、許可をいただいた方がいいかと思います。あとですね、いくら自分の土地の中、許可をいただいた土地の中でのフライトであっても、第三者の例えば家の中が見えるとか、そういう難を映すようなこともこのプライバシーの侵害に引っかかる恐れがあります。どのぐらいの度合いからが侵害に当たるかっていうのははっきりは分かりません。っていうのも、こういうのはどっからがダメかっていう線引きっていうのはもう裁判官がしますんで、はっきりは言い切れないんですけども、やっぱり不愉快な思いをさせないためにもそういうのには、気を使った方がいいかなと。というわけで 200g 以下のトイドローンでも航空法以外の条例とか民法の方にはご注意くださいということでした。何かね、気になることがあればご遠慮なくコメントいただけたらと思います。あとチャンネル登録してまた遊びに来ていただけたらと思います。それではまた。